はい、ボーグジャパン、おはようございます。どうぞ。初めて京都に来た時は役作りで来たんです。だから役者であることを自覚させてくれる場所。私の京都の一番好きなところは京都の朝の空気です。京都は、長期間短期間で撮影は両方あるんですけど、役作りとして過ごしているので、その土地で暮らす感覚っていうのをすごく大事にしてて、朝走ると純粋な京都の個性あふれる空気が感じられて、なんかそこに住んでる気持ちになるので、住んでる気持ちになったら役作りの勝ちだなって思います。この本たちはもうほんと小学校中学校から持ってる本なんですけど、いろんな地方に持って行って違う場所で読むと空気だったり温度だったりで体に入ってくる言葉が変わってくるので、自分の感情も変わってくるし、京都って歴史とか自然、あとは文化っていうものがギュッと詰まった街なので、なんか私はすごく呼吸が深くなる気がして大好きです。私の京都で大好きなところは車崎神社です。流浪人剣心を撮影している時に初めてお参りさせていただいて、私全然その時まだオーディションに受かっていなかった頃で自分の将来どうなるかわからないし、じゃあ大学もどうするかとかっていう時にお参りしに来て、そこからお仕事が結構バババババって増えていったので、それがきっかけですね。もうとにかく自分が役として生きれる時間が欲しいって思っていた17歳がきっかけです。もう絶対来た時はご祈祷をしてもらうって決めてます。その後芸能神社に行ってお参りをしていただいてっていう形で、いつもルーティンですね。たくさんその有名な方々の名前がバババって並んでるので、初めて見た時はその迫力にびっくりしました。でも自分も必ずその中に絶対入るんだっていう強い決意を持ってこの土地からパワーをいただくんだって思って名前を入れていただいたので、今でもやっぱり嬉しいです。なんか知ってる共演する方も増えてて、あ、何々さんだとか、あと私の弟の名前も入ったりとか、なんか近くに仲いい友達の名前が貼ってあったりとか、そういうことがあるとすごいなんか嬉しいなって思います。少しずつ成長できてるかなって思って。日本舞踊は私にとって、お芝居での原点です。私は3歳の時に初めて日本舞踊を習って、で、姉が先にやっていたので、姉の後に続いてやりたいって言って、で日本舞踊をやっていてよかったなってすごく思うのは、お芝居をしている時に腰が浮きづらい、なんかふわふわした時に日本舞踊の姿勢を思い出そうって思うとちゃんと地に足がつくので、すごく日本舞踊から学んだ部分がありました。じゃん、お扇子も自分で選んできました。かわいい、綺麗ですよね。本当にどっちがいいですか？紫って妖艶なイメージがあって、で私自身が20代後半になって、こういう色も身につけていきたいなという色だったので、私の京都のイメージプラス私がこれからなりたい自分へのイメージを込めて
これにさせていただきました。京都ならではの舞っていうのもあるっていうのを聞いていたので、同じ動きでもそれが東京寄りなのか京都寄りなのかっていうのも多分ちょっと違うよっていうのを聞いてて、ずっと気になってたので今日はすごい嬉しかったです。ありがとうございます。高校生の時に舞妓で修行したいって思ってたぐらいもうずっとビデオを見て、そうなのでなんか少し体験できた気がして楽しかったです。伝統文化に触れることによって自分自身を知ることができる。自分自身を知ることによって、じゃあ次どういう人に自分を表現していこうっていうのが整理できていくし、楽しく人生も豊かになっていくと思うので、伝統文化に触れながらで世界にそれを発信できるような人生を歩んでいけたらなと思います。私の大好きな京料理です。京料理は初めて食べたのがおばんざいで、あとは弟と貴船神社の方に行った時に川床で一緒に食べて、おばんざいをすごい美味しくて涼しくて、でナスを食べた記憶があって、すっごい美味しくて、ここの京都は地下水がすごい美味しいらしくて、でそれがとてもお出汁が美味しくなる秘訣と聞きました。素材の味を大切にしているお料理が多いのかなっていうふうに思います。ではいただきます。やった。お野菜とカニがこれは松茸。気持ちいい。これ京都の川床といえばハモのしゃぶしゃぶ。おすすめですか？そうです。本当におすすめ。はい。じゃあそれでお願いします。わかりました。美味しくいただいております。香りが美味しい。香りが美味しい。幸せだな。川床とか川床の良さは自然と街が融合してるところだと思います。この自然の中で川のそばで風を感じながら、本当に見ても楽しいし鮮やかだし、食べても口の中がカラフルで鮮やかで幸せです。私の京都の大好きなところは撮影所です。15歳か16歳の時と17歳の時に来たんですけど、ルローニケンシンという作品と忠臣蔵っていう作品で来て、私も多分10年ぶりぐらいに京都の撮影所に来ました。でも必死でしたね。本当にこの撮影所っていうのはその10代の私に挑戦と課題をくれた場所なので、思い出すとやっぱピシッとしますね。なんで突っ立ってんだって怒られた時とかも、自分の中では突っ立っていてもちゃんとその役として生きていたつもりだったので、つもりじゃダメなんだという、立っていてもちゃんとその役として生きているように見えるというか、ちゃんとその役として生きてるんだっていう姿勢を表せるような女優になるんだみたいな、すごいエネルギーが湧きました。で、役者を実感させてくれた場所ですね。
なんかセリフだけじゃなくて体全体で表現するっていうことを学んだその思い出がすごいあって、その時の監督の情熱だったり、動けるのは誰でも動けるんだと、それだったらアクション俳優がやればいいからじゃなくて、役者としての土屋太鳳が役として生きるアクションしてくれって言われた時にはぁとなって、なんかそのこうなんだろう、血がこう巡っていく時のこうやる気のこう、もう誰でもかかってこいみたいな感覚をすごい思い出しますね。あ、ここだ。ここから懐かしい。こうやって走ってここでこうやってパーンってて、なんかもっと広く見えてました。もう本当に緊張して、自分はこれで成功しないと多分何も起きないって思ってたので、いやオーディションを受けてる時にもうシーズン1からすごいファンだったので、なんかそれでなんで自分は運動が大好きなのにこういう作品に出会えないんだろうって思って、でもとりあえずオーディションでルローニケンシンのワンを見て、自分がこれだけ衝撃を受けたっていうことだけを伝えさせてくださいって言って感想を伝えて、で自分がこれぐらい動けますっていうのをやってお芝居して、本当にもう死に物狂いで動き続けて、もう役として生きるってもしかしたらこういうことかもしれないって実体験できたような時間でした。迫力のあるものを、本物を見れたからこそ、今自分もそういうものに携わりたいっていうふうに、本物なんかこうそこにたくさんの人がちゃんとエネルギーを持って生きている現場にいたいっていうふうに思います。多分京都の土地っていうのもすごく大きい気はするんですよね。何か違う、その何かわからないけどこう自然と文化と歴史がギュッと詰まったこう今と過去が融合されている、共存している場所だと思うので、すごくパワーを今ももらっていますし、忘れずにこれからこうつなげていきたいなと思います。これが私の5 favorites です。そう、ここでこう走ってパンパンパンとか言ってパンパンパンいっぱい振ってて、足でバーンって蹴って、でここのやつをバコーンって蹴って、それでこっちだっけな、こっちだよな多分。